ヘイブン元気ですか？ IFBB プロの金金です。今現在今年初のプロ戦に向けてバルク期に入ってます。で今日の動画では皆さんに絶対やってほしい3つの3投の種目を紹介したいと思います。すでにこの3種目を見たことあるとかやったことある人が多いかもしれないんですけど、同じ種目でも人それぞれ多少やり方とかアプローチが違ったりするので、今日の動画では僕がこだわっているところとか気をつけているポイントを話しながら動画を撮っていきたいと思うので、皆さん動画を最後までお楽しみください。OK、早速1種目目に入りたいんですけど、その前に三頭筋の各部位をちょっと紹介したいと思います。もうご存知の方がほとんどかと思うんですけど、三頭筋は名前の通り3つの筋部位でできていて、今ちょっと脂肪乗ってるので見えづらいかもしれないんですけど、簡単に説明すると、ここに見えるのがラテラルヘッド、横の張り出し、こうした時にここに出るようなボコンという張り出し、ラテラルヘッド、そしてこちらが一番大きい筋部位のロングヘッドです。こうやってバイセップフレックスをした時にこの下の方にボコンとなるところがロングヘッド、そして本当に見づらいと思うんですけど、このちっちゃいここの出っ張りが、ミディアルヘッドです。今日の3種目はこの各3頭の部位をピンポイントするための動きを紹介するんですが、早速1種目目に戻りましょう。1種目目は誰もが見たことあるロープを使ったケーブルトライセッププッシュダウンです。この動きはトライセプスの三頭筋のラテラルヘッド、ここの張り出しを作るために最適な種目です。なので、フィジークはもちろんボディメイクとか、とにかくシルエットに迫力を出したい方は、この種目はすごく大事です。僕は必ず三頭筋の日にはやってます。やり方はいろいろあるんですけど、僕のやり方はまず下半身をしっかり固定してロープを握ります。でこの状態だと全く三頭に力入ってないので、少し肩をと肘を後ろに引きながら、でここからさらに三頭に力を入れるために拳をややプロネートした状態、これがスタートです。スタート、しっかり肩を加勢させていること、肩甲骨を加勢していることを、気をつけてください。ここからヒップの方にめがけて拳をプロネートしながらスクイーズしていきます。ここはフィニッシュです。思いっきり、2つの拳がヒップの横に来るような形でスクイーズです。フィニッシュ、スタート、フィニッシュ、スタートで、ご覧のように肘が固定されています。上に行くときに肘がこうやって逃げてしまうと、一応動きにはなってるんですけど、軌道がフルなレンジを使ってないのでちょっともったいないです。最大限のストレッチと収縮を生かすためには、しっかり肘を固定してスクイーズ、ストレッチ、スクイーズ、ストレッチ、スクイーズ、しっかりと拳がプロネートしていくことを気をつけてください。そしたら、これを3セット15レップから20レップほどやっていきましょう。レッツゴー。OK、2種目目にはまたケーブルマシンを使うんですけど、今回はインクラインベンチ、そして V バーというアタッチメントを使って3頭のロングヘッド、この出っ張り、一番大きいところですね、ここを狙っていきます。でこの種目は形に入るのすごい面倒くさいんですけど、特に肘が痛くなる人、痛くなりやすい人とかはこの種目は肘に全然痛みなく、ものすごく、ロングヘッドに効かせれる種目ではあるので、ものすごくおすすめします。僕の最近の定番の、ロングヘッドの種目でもあります。じゃあ早速なんですが、形への入り方、リーバーをこう握って、そして立ち上がって体をこうひねってトライステップエクステンションの形に持っていきます。そしたらここからこのままインクラインベンチに乗っかって、ちょうど頭がインクラインベンチの上をこうやって触るぐらい、乗っかるぐらいの位置に来たら、ここに来たら、スタートポジション、肘をぐーっと頭と平行ぐらいのところに持ってきて、ロングヘッドのストレッチを感じたら、ここがスタートです。でここからそのままリーバーの軌道を使ってスクイーズします。スタート、フィニッシュ。前の種目と同じように肘は動かないです。こういう感じでブランブラン動かないです。
肘はここでスタートしたらフィニッシュも同じ位置です。でこの種目はもうケーブルと V バーのおかげですごく自然にできるかと思います。別に肘をもう少し締めても開いても、何やっても、綺麗に入る種目なのでものすごくおすすめします。ストレッチフィニッシュ、ストレッチフィニッシュで終わったら体をこうひねって、そしてまた安全に戻します。結構形に入ったり終わるのがめんどくさい種目ではあるんですけど、もう一度言うんですけど、ものすごく効きます。そして肘に全く痛みが来ないので、僕が絶対に皆さんにやってほしい種目の一つです。ぜひチャレンジしてみてください。そしたらこれを早速、3セット15から20レップやっていきましょう。OK、それでは3種目目、そして今日の最後の種目に入ってきます。皆さん、気を抜かずに最後まで集中して頑張っていきましょう。また、ケーブルマシンになるんですけど、第1種目目にはトライステップのラテラルヘッド、2種目目には、3頭のロングヘッド、3種目目にはこのミディアルヘッド、ちょっと繊細な部分であんまり見逃してしまう人も多いかもしれないです。3種目目ではこのミディアルヘッドを、ピンポイントした動きに入ります。ケーブルからトライステッププッシュダウンになるんですけど、オーバーグリップではなくアンダーグリップです。アンダーグリップから、ここの状態から体を真横に向けて肘を下に持ってきます。これがスタートです。ここからそのままスクイーズ、収縮、ストレッチ、スクイーズで1種目目、2種目目と同じように肘がこう逃げないように、肩とか肘が逃げないようにこのままキープしながらスクイーズ。本当に動きは単純なんですが、ミドルヘッドってそんなに力を使える筋部位ではないので、小さな筋肉なので本当に10キロとか5キロとかで十分です。特に拳の角度とかひねったり何もせずにこのままいきます。このままで大丈夫です。これを3セット20レップもしくは限界までやりましょう。レッツゴー。という感じで皆さんにぜひ挑戦してほしいと思った3頭の3種目を紹介しました。もちろん他にもたくさん、素晴らしい3頭の種目はあります。で今日の3種目ともアイソレート種目だったんですが、コンパウンド種目ももちろんあります。3頭の各部位を同時に当てれるベンチでのナロープレスとかディップスもあります。そちらをとりあえずやっておけば、全部当てれることは当てれるんですけど、今日の、トレーニングみたいに各部位をピンポイントした種目をそれもメニューに入れることによって何ですか、さらに意識が高まりますし、その強めたい部分、例えばここは強いけどここは弱いからここだけを強くしたいとかっていう方は、ぜひぜひ今日のトレーニングとかを参考に、してもらえれば本当に嬉しいです。ということで今日は3頭だったんですけど、ちょこちょここういった感じで体の他の部位もやっていきたいと思うので、皆さんが次に見たいのをぜひこのコメント欄にご自由にどうぞ。この動画が好きで少しでも役に立ったなら Like ありがとうございます。登録しない方は Subscribe よろしくお願いします。それでは Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon.